遠隔操作でレーザーを発射できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はリモコンヘリを作ってみようと思います。空を飛ぶヘリコプターを遠くから無線で操縦したいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作ったドーナツ型の二重反転プロペラを召喚してそちらにくっつける操作用の太陽電池を日差しから守るための日よけを作っていきます。こんな感じで大きな軽量プラスチックの板に同じ長さの棒をつけていくことで中心位置を割り出したらそこに古代の合金をつけましょう。すると、おっと、なぜか弾け飛んでしまいました。私がめり込んでいたせいみたいです。気を取り直して前後に古代の合金をなるだけ接近させながら取り付けることで古代の軽量プラスチックを貫通して通電するようにしました。こうすれば配線が簡単になるわけですね。こちらにさっき用意していた二重反転プロペラをつけたらバッテリーを1本くっつけて固定を解除するとこれだけでいい感じに飛んでいきます。なかなか高性能なプロペラですね。こちらをさらに改良していきましょう。まずはこんな感じでコンデンサとトランジスタ、トリガースイッチを使ったプロペラ用のスイッチを作りました。これでトリガーを引くだけで好きなタイミングで飛ばせますね。そしてここからが遠隔操作用の仕組みです。ここはシンプルに2つのモーターにつながった太陽電池にレーザーで電力を送ることでモーターを回転させて中心位置を変えれば機体が傾いて操縦することができるんじゃないでしょうか。でも細いレーザーだとほとんどモーターが動きませんしバッテリー1本分の太いレーザーを当てると太陽電池は無事ですが本体側に当たるとダメージが入って壊れてしまいます。代わりに細いレーザーを束ねても遅すぎますね。そこで大きい方のレーザーにタングステンをつけながらバッテリーをつなぐことでレーザーの出力を弱くしました。よし、これなら本体にダメージが入りませんしモーターを動かすこともできています。でもプロペラ部分に当てると壊れてしまうので注意しましょう。ここからさらに太陽電池が発電すると発射されるレーザーと方向をわかりやすくするための垂直尾翼をつけました。レーザーの動きも問題なさそうです。早速動かしてみましょう。そうするとカメラには映っていませんがすぐに倒れてしまいました。そこで安定性を上げるために長い棒を4本追加してみます。こちらを飛ばしてみるとダメですね。すぐに倒れてしまいました。今度は棒を横向きにつけるとどうでしょうか。結果は同じです。あまり安定性には関係ないみたいですね。棒を外して重りを下につけてもほとんど効果がありませんでした。だったらプロペラの力を借りてさらに高い位置まで上げて地面と固定した後足を伸ばして重りの位置をもっと下に下げましょう。そうするとなるほど、今までより安定感が増してますが重くなったせいか浮力が足りない感じですね。かといって重りを軽くするとまた不安定になってしまいます。試しにドローンを4つ足につけてみましたがこちらもほとんど効果はありませんでした。だったら軽量プラスチックの翼を追加してみるとどうでしょうか。4つの大きな羽をつけて飛ばしてみると少し安定していますがまだ少し飛んで倒れます。翼の長さを2倍にしても
動きはだいたい同じでした。そこで飛行機を安定させるときと同じように、翼を斜めにして上半角をつけてみるとどうでしょうか。すると、翼のおかげでバランスを崩しても元に戻ろうとする力が働いています。でも、まだその力が足りないので、翼を3枚重ねて空気抵抗を上げましょう。よし、かなり安定したので、下からレーザーで仕組みを動かすことができています。でも、飛んでいる間は抵抗が強くなるのか、モーターを動かすことができません。そこで、機体を傾かせるための仕組みを改良して、トランジスタを挟むことで、細いレーザーが当たっただけで、バッテリー1本分のパワーでモーターが回るようにしました。これなら問題なく動かせそうです。でも、そのせいでバランスがまた悪くなったので、しっかり修正していきましょう。重心位置がなるだけ下に来るようにして、重りの重さもいい感じに調整したら、スイッチを入れて飛ばしてみると、かなりバランスが良くなりました。ふらふらしてはいますが、うまく翼がバランスをとって持ち直しています。でも、モーターに電力を送って重心位置をずらすことで進む方向を変えようとしても、このヘリが飛んでいく方向は重心位置の変化より風の影響を強く受けるみたいです。なので、仕組みがくるくる回るだけでほとんど意味はありませんが、モーターではなくレーザー側を狙うことで、遠隔操作でレーザーを発射できています。このレーザーは真下に出ますが、常にフラフラしていて、まともに当てるのは難しいです。それでも、重りの重さを調整しながら、ザコキャラの大群の上で発射することで、よし、ザコキャラを燃やして破壊することができました。重心位置の変化を使った方向転換の仕組みは、ほとんど無駄に終わってしまいましたが、翼や重量などをうまく調整することで、勝手に倒れることなく、遠くまで飛んでくれるようになりましたし、かなり遠くからの遠隔操作で、レーザーを好きなタイミングで発射することができたので、よしとしましょう。それでは最後は、重りを外して軽量化したリモコンヘリに乗って、なるだけ遠くまで行ってみましょう。私が乗ることで、かなり強力にバランスを取ることができるので、今までの苦労は何だったのかというほど簡単に進んでいきます。そのまま順調に進み続けてかなり遠くまで来たとき、ここでバッテリーが切れました。フライトはここで終了ですね。それでは、たくさん機体の調整をして疲れたので、スライムを捕まえてきて燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたリモコンヘリさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、